闘牛がですね前に突進するようなイメージを勝手にマッサージ始まりました、頑張れ頑張れって押されてる感じがします、あ、いいですね。おー、美味しそう。混ぜて掴んでグー。トヨタイムズの富川悠太です。今回お伝えするのは日本だけではなくて世界中で大人気のこちら4代目となります新型アルファードとベルファイアです。私ももちろんですね先代のアルファードベルファイア乗ったことあるんですけれども、正直ですね見た目は違うんですけれども乗り心地ですとか内装でよく違いが分からなかったんですね。ですが今回新型に乗ってみますとそれぞれの個性がまるっきり違っていました。都内で行われた記者発表会。これまでおよそ200万台を販売したアルファードとベルファイアの新型が初めてお披露目されるとあって多くの取材陣が詰めかけました。そしてThank you. So what do you think? Are you an Alphard or a Velfire type? Well, I'd like to give you... プレゼンテーションに立ったのはトヨタのデザイン部門を統括するサイモン・ハンフリーズさん。The Alphard and Velfire have enjoyed an incredible rivalry over the years. But with the Alphard becoming increasingly confident, the difference between it and the Velfire has narrowed to such an extent that we did in fact consider discontinuing the Velfire this time. 2018年以降ベルファイアの販売台数はアルファードに大きく水をあけられ、当初はベルファイア廃止との意見もあったそうです。ところが But there was an outpouring of support for the car when this was discussed internally. People in the development team, the management, dealers, and even some VIP advisors expressed disbelief that this could even be considered. How could we throw away an icon? Now, if both are bespoke cars, then the Alphard, with its power and its confidence, is without doubt the epitome of bespoke formal. But the Velfire has a dark, aggressive character that can only be described as bespoke dynamism. The two vehicles can now continue their rivalry, but be happy in the knowledge that each has a clear character and position. ライバルとしてそれぞれの個性をさらに引き出す開発が行われたという新型。一体どんな違いが生まれたんでしょうか。というわけでトヨタ車体のいなべ工場に来ました。こちらがまさにアルファードのふるさとなんですね。ここでしかわからない新型アルファードベルファイアのすべてを徹底取材いたします。こちらの整備場にですね新型アルファードベルファイアを用意してくださっていると。行きましょうか。失礼します、はい、吉岡さん、いやどうもよろしくお願いします。暑い中遠路お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こちらが先代に引き続き新型アルファードベルファイアを手掛けたチーフエンジニアの吉岡健一さん。じゃあ新型アルファードを見せていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。そうこのね見た目、なんとなく武士の鎧のようなね、イメージを抱いたんですけれども、これはどういうコンセプトで？ミニバンってですねやっぱ顔が命っていう言葉がありまして、それはですね裏を返すとどうしてもですねサイドがどうしてもこう平板になりがちなんですよね。で今回そのしっかり顔もですね、逆スラントフェイスって呼んでますけれども、だからその逆にスラントしてるような新しい押し出し、そこにつながるこのサイドのシルエット、でその前に突進するようなイメージをですねサイドはもう表現してます。で我々がですねモチーフにしたのは
闘牛ってわかりますかね、はいええで闘牛がですね足を踏ん張って肉の塊がこう前に突進する、あのイメージをモチーフにしてこのサイドシルエットをデザインしたんです。ああ、それで力強さを感じるんですね。そしてコンセプトの快適な移動の幸せを実現するため本当に細かいところまでおもてなしの工夫を詰め込んだそうです。じゃあぜひちょっと宝石乗っていただけますか。いいですか。ええでですねちょっとここですねこの隙を見てください。は言いますよ。おちょっと狭くなりませんでした。い。一回閉まってから開きました。そうなんです。これですねドアが開く時の音を低減させるために一回ですね逆方向に閉めてでその時にここに缶抜きついてるんですけど、はいそれをパンと外すんですよね。ええはあ、こういくってことですね。そうです。一個前もう一回聞かせていただいていいですか。その僕これでもね、静かだって感じてましたよ。あ、これいつもガタッていう音ですね聞き慣れた音です。ちょっともう一回こっち聞かせてください。もう一回。えうわ、全然違う。音しないですよね。全然違う。でヨーロッパの方の車って貨物車はこういうスライドドアなんですよね。はい。でスライドドアイコール商用車そういうイメージがあるのでであればねもう一層このスライドドアを徹底的に品よくしてやる。ドアの開き方にもあるこだわりが。日本の障子の文化。はいだからちょっと最初ゆっくり開けて、その後スーッと開けてで最後ゆっくり閉まる。感覚をこの開き方にも取り入れてですね。面白いやってるんですよ。失礼いたします。本当だ。そうです。こういう感じです。本当だ、そんな感じ。こういう感じです。じゃあそれではちょっと中にお乗り込みいただいてもよろしいですか。よろしいですか。どうぞ。すみません、失礼いたします。ではいストップで今ですね富川さん何気なくこのステップを、はい乗っていただきましたけれども、無意識これです。トヨタ車体が開発しましたですねユニバーサルステップというですね、で地上約220ミリのところに置いてありまして非常にね一歩目が踏みやすい、その位置にこれを配置してここだとちょっと高いんですよね。ちょっと高いですよね。自然と出てくるんで、もう相手乗り込む時には足のところにあるっていう。そういうことです。はい。すみません説明が長くてなかなか乗り込めないんで申し訳ないです。無意識なところまでちゃんと意識が行き届いてる。はい。素晴らしい。でこれはいストップ。これ今掴んでいただきましたね。これもですね旧型より長くなってるんです。そうですよね。一箇所だけあったかな、前。あ、そうありますね。あります。でも僕が掴んだのはこの辺でした今。そうなんです。こういった時にここでした。そうです。ちゃんとこれも我々開発人が狙って長くしてます。なかなか乗せてもらえないですね。すみません。でやっぱり子供がやっぱりこういうところを持たないように子供が持てる位置にもちゃんと開口をつけて、両方にこう開いてるんだ。そうなんですよ。はい。さすがにもう入れるかな。じゃあそろそろ次はもうこれで本当に乗ってください。失礼いたします。はい。大丈夫だった。はい、大丈夫ですね。はい。失礼いたします。体が包まれてる感じです。これクッションのですねところに引いてあるパッドと、背中にあるパッドがですねこれね違うもの。このクッションはですね、本当だ。どちらかというとお尻の座圧座っていう圧力をですね均一にするような材質を使ってます。で背中の方はですね低反発枕ってあるじゃないですか。低反発枕みたいな材料を使ってで背中の振動を遮断する材料を使ってます。シートはマッサージ機能付き。もちろん車内もおもてなしの工夫が満載です。これも気になってたんですよ、スマホみたいなやつ。でこれね取り外しができますので、これシートだとかランプ、エアコン、サンシェードいろんなものが操作ができます。であらゆる姿勢でですね、こういうのは操作できるという、そういうことで。なるほど。状況に合わせてシートや空調、照明などを
一瞬で切り替えられる機能も。でですね、これ今例えばこのドリームっていうのがあるじゃないですか。はい。例えばそれを押していただきます。お、ライトも消えて空調も変わりましたよ。はい。もっと元気になりたい時、エナジャイズ。元気になりたいです。お上がって開いた。ああ、暖かくなってきた。お尻が、お尻が暖かい。温熱刺激を与えてるんです。肘も暖かい。ええ。あ、これここはここも暖かい。椅子だけじゃないです。いやじゃないです。えびっくりした。こんなんありました今まで。え。いや今まではねなかったんですよ。ですよね。なんですけど、やっぱりね寒い地域だとやっぱ手とか寒いじゃないですか。はええ。で、そういったものを考えてここも暖かく。だってここドリンクホルダーですよ。えドリンクホルダーのここまで暖かくなってるんですよ。次、フォーカスですね。これ集中したいですね。えさっきより涼しい。え。ちょっとね、あと明るい。ええ。もう次のね目的地に着いてすぐに仕事ができるように集中していただく。勝手にマッサージ始まりました。ええ。ちょっと始頑張ってく発がださいと。頑張れ頑張れって押されてる感じがします。さらにヘイトヨタ、どうされましたか？ドリームモードにして。宝石をドリームモードにします。とことんこう人が気持ちよくなれるような空間ですね。ありがとうございます。もうやっぱりね、日々お忙しい方がこの車を使って目的地に行かれて、でそのわずかな時間でもやっぱりこうね無駄にしたくない、それでリフレッシュしてリバイタライズする、そういうことを考えてですね、今回こういったものをご準備させていただきます。徹底したおもてなしの結晶ともいえるのがこちら、電動でも手動でも動かせる世界初のシートです。なぜ手動でも動かせるようにしたのかというと、例えば吉岡さんが社長だとして私が同行させていただくとします。車ご用意いたしました。まず静かにドアを開けますけれども、ずっと待たせておくわけにはいかない。そういった時のためにこうやって手動ですぐに移動できて、すぐに乗って社長どうぞこちらにお乗りくださいありがとう。でスムーズに素早くできるようにまで開発を行き届いていると。そうなんです。ああ、いうことですね。じゃあ肝心なところですね。次は、はい。じゃあ次は運動性能をですね、はいぜひ見ていただきたいので、はいまずじゃあ先代型にちはいょっとお乗りいただいて、それからまた新型に乗っていただくということでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。乗り心地がどう違うのか。はい。まずは先代アルファードの乗り心地を確認します。では一つ前の世代のアルファードの乗り心地をはい。体感させていただきます。でこの今ね音もなんですけども、でこれ今風切りがね風をゴーってそう、ね、音がしますね音がしてると思うんですね。でこういう、風切り音だとか、この地面から入ってくるこのロードノイズ、はこういったのも人が少し不快に感じる音なんですよい。ね。はい。でこういう音も高級サルーンの方はですね意識的に下げる、そういうことをですねされてるんですよ。へえ、そんな変わります？いや変わるんですね。さまざまな高級車を研究して徹底的に鍛え上げたというその乗り心地。走り始めた瞬間、思わずこう口ずさんでいました。もういきなり静かだな。あ、全然違う。風切り音なくなりましたね。風切り音ないですよね。ない。あとその地面の音、タイヤと、えこれもうっすらとしか聞こえないです。それぞれ車内の音を比べてみると、では新型は？どうです？違いが分かりましたか？ちゃんと不快な周波数っていうのを下げて、だいたい 15Hz ぐらいのところにそれがあるっていうの分かってるんですけど、
やはり高級車両と呼ばれている車はそこをしっかりですね意図的に下げてきてまして、で我々もそこにフォーカスして、そこを徹底的に下げる。でこれがですねこの本当4代目の取り組みの一番難しいところだったんです。で、我々のその、測定結果によればその 15Hz の不快振動と言われているのは3分の1に減ってる。3分の1、ミニバンを作る上でミニバンだけ見てるとですねどうしてもやっぱり限界があるので、そういったことでいろんな車をですね学ばさせていただいたと、いうことですね。続いては新型ベルファイア。アルファードとの違いを出すためにこだわったのは走りです。より車を運転するのが好きな人にこう合う車。そうですね。普段は後ろに乗っていただいてても、週末にはご自分で運転をして走る喜びというの、こういったものを感じていただくために、高いソーダ応答性とか車が設置をしている感覚、設置感をですね、こういったものをこだわってベルファイアの味付けということを付与しております。はあ。タイヤも大きいですか？タイヤもですね、19インチを標準設定にしておりまして、でこの Z プレミアはですね専用のこのブラックスパッターと呼ばれているですね、黒のスパッターのピカピカしたかっこいいですね。これね専用設定してます。そしてカーブに入ります。今ただカーブ曲がっただけですけど、こうハンドルもコンパクトだからすごく曲がりやすいような印象をまず受けました。さあここからですね。ここからちょっと後ろ気をつけてくださいね。おーはい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 ハンドルを切ったらですね、しっかりその切った分だけ曲がっていって、でその変なロールが出過ぎたとかですね、ピッチングというその前後のこの傾きが出にくいというか、だからこう体全体がこうグッといくような感じ。なるほどなるほど。確かにこの辺もいいですね。いいですね。操る喜びというかですね、ベルファイアのお客様がやっぱり求めているようなそういう走りの味じゃないのかなと思ってですね、我々そのこういう味付けをですね取り組んできたと。大きい車を操ってる感覚がなくなりますね。違いあるわ。生まれ変わった新型の秘密、それが最新技術です。実際に目で見えるよう特別にカットボディを用意してもらいました。ミニバンって開口が大きいですよね。確かに。開口が大きいものですからどうしても車がですね変形しやすいです。なんですけれどもオープンカーはこういう天井すらついてない。確かに。天井すらついてないのにオープンカーはしっかりスポーツカーも作っていますし、でいろいろ調べますとですねここにですねV 字型のブレースをつけてます。これオープンカーはみんなこういうブレースつけてたんです。でミニバンだからこそですねこういう技術をしっかり取り入れてやるべきだということで今回やってます。この他にも2種類の特殊な接着剤を使い分けて床面に塗ったり、トヨタのミニバンでは初となる特殊なレーザー溶接も採用するなど、ボディを強くするためにミニバンの枠を超えたさまざまな技術が使われているそうです。私先代の方もねやらせていただきまして、ちょうど8年ほど前だったんですけれども、その時点ではもうこれ以上のアルファードベルファイア作れない、そうやって宣言をしたんですよね。なんですけれども、その後に本当に世界中のいろんな方にお使いいただいて、いろんなお声をですねいただきました。そういったものを我々のバネとして、そしてそのトヨタ車体を中心とするですね開発のチームであり、生産現場の人であり、多くのサプライヤーの皆様、並びに販売店の皆様、本当にそういったですね皆様の支えがあって、でこの新型ベルファイアアルファード、これがですねまたこういう形で進化を遂げたんではないかと
注文してくださってる方は当然この新型に期待してるわけですよね。その期待に応えるだけの技術が詰まってると思っていいですか？もう本当に歴代最強のアルファードベルファイアが作れたと、そんなふうに自負してございます。ここからはですね、新型アルファードベルファイアのデザインを含めましてトヨタのデザイン部門を統括していますサイモンさんにお話を伺ってまいります。サイモンさん、よろしくお願いいたします。Nice to meet you. Nice to meet you. ありがとうございます。よろしくお願いします。素朴な質問なんですけど、車を見るのと乗るのっていうのはどっちが好きなんですか？ Both, actually, completely. They can't be separated. When you do a design, when you're designing a car, the style of the car actually has to represent the feeling of when you drive it. So actually, the two are very, very closely related. 実際に車に乗ってみて次のデザインがひらめいたりっていうこともあったりするんですか？ Yeah, of course. And it's not just when you're driving a car. Designers, I think, they need triggers from everywhere. For example, just who you met that day, what the conversation was, what was on television, what was in the news. They all have some influence, I think, on designers. So all of those different things act as trigger points for your imagination. And then something new, something sometimes happens. Yeah. 今回の新型アルファードベルファイアのデザインというと筋骨隆々としたような形であったり、この闘牛のようなイメージだったりっていう、このデザインっていうのはどういうイメージから出てきたんですか？ I remember, the last generation talking to Toyoda Kaicho, to Akio-san, and we kind of promised him that we were trying to make it more of a, driver's feeling, so in other words, stable, nice stance. And, maybe last time we almost got there, but this time we kind of promised him that we were going to do that. So, a big mission was to take the strength that's in the front of the car and actually take it all the way through to the back so that it had a really nice stance and looked like, it was a driver's car in a lot of ways. But actually, realizing that amount of, if you like, surface movement in the side of the car, around the rear wheel, it's actually very, very difficult, not just for the designer. The engineers had to, really think about how to create the door opening mechanism. I often say, the designers, half the job is maybe for the designer to think about this, but, without the engineers and the packaging, and even from the production side as well, from the factory side, without their support, we couldn't have done it. サイモンさんはどの段階から関わってるんですか？もうこういう初期のデザインの段階からサイモンさんは関わってるんですか？ Yeah, right from the very beginning. This is probably the most important part of the whole process. It's kind of like pushing the boat away from the harbour. Once you've pushed it away, it's going to go on that track. So we put a lot of effort at the very beginning to understanding what we think the customer will want in the future, and then proposing, an answer to that. And also, very, very important at this point is to involve, for example, Akio-san, for example, Sato-san, the presidents of the companies as well, so that they have an opportunity at this point, to trigger the direction that we're going in. And then, honestly speaking, in a lot of ways, this is the most intensive point. この最初のこのデザイン、サイモンさん見た時はどういう反応だったんですか？ Honestly, when I saw the sketch, I thought, well, that's it. Yeah, we're going to do that. 本当ですか？ Yeah. I just thought that it was really, really pure, simple, really bold. Not every time. Sometimes it's a lot more difficult. But in this case, yeah, we were really lucky. A young designer, he came up with that. And yeah. 今後ですね、サイモンさんの中でトヨタの車のデザインって考えていく上でどのような展開を考えていらっしゃいますか？ Well, I think the most important thing that is, and this is something, to be honest with you, that I've learned over the years with working with Akio-san, I think that every, car has to have its own story. And, I feel really, really strongly about that, that if the car has a story and a reason to be, then my job after that is to give it the style that matches that story, if you like.
And if we can do that, then essentially the design, it has to be very honest. So, I think that the most important thing to keep in mind always is that each car looks honest. And when you buy it, you'll feel 100%, happy that you've chosen that vehicle. Yeah, so, maybe if I just, say a couple more things. Years ago, there was big trends like this. But nowadays, everything is, much more diverse. And what they're looking for is a new experience, very simply. So, one of the things that we try to do as designers, and I think as a company as well, is to make sure that each one of our products has a really valid experience. So it's not just about making a variation or a different style. No, this is one experience. The RAV4 experience, the Land Cruiser experience, the Corolla experience, And I think that's really, really important. And that's why, a lot of people have been attracted to our vehicles, because they're looking for an experience. And we are trying to provide those experiences that are married to, a good design that matches that. こうしたデザインへの取り組みが評価され、新型プリウスが世界三大デザイン賞の一つ、レッドドットデザイン賞に輝きました。定評のあるモデルのデザイン変更に成功したと評価されたんです。そしてサイモンさんのデザインへの挑戦は、トヨタを代表するあの車にも。The Century is the ultimate chauffeur experience, but it too will have to evolve as we move toward the future. センチュリーの話も記者会見でちょっと触れていらっしゃいました。Oh, did I say something? どんな感じに変わっていくのか。Yeah, well, the Century is literally in a league of its own, that car, and such an incredible history. I don't know whether you know, but do you know that the name Century comes from the original model's release date, which was 100 years after Sakichi Toyota's birth. そういう意味だったんですか。 Yeah. 知らなかった。 And that's where the word century came from. So this car is so important, so special, but it has to evolve with the times. So what we hope to show you soon is that evolution. Everything that we've learned from the past. That car has an incredible history. A lot of stories and thought have gone into building, the Century over the years. And now we're going to try and take it to the next level. So please wait and see. I can just say one more thing. It's not a sedan. Okay? セダンではない。大ヒントですね。どんな形になるのかっていうのはね、ものすごく皆さん楽しみにしていらっしゃると思いますし、それがまた新たなセンチュリーのストーリーになって、でこれから他の車のストーリーもどのように紡ぎ出されていくのかっていうのはすごく楽しみにしてますので、またこちらにもお越しいただいていろいろ教えてください。 Anytime. ありがとうございます。 Please give me a call. Thank you. 今日はサイモンさんお越しいただきました。ありがとうございました。 Thank you very much indeed. Thank you so much. 今回のワールドトヨタニュースはアフリカの拠点南アフリカトヨタの社員食堂からお伝えします。まもなく社食がオープンするということで、従業員の皆さん待ってますね。あ、はいはい、OK あ、開きました。ゲートオープン、続々と従業員の皆さんが入っていきます。12時半です。社食がオープンしまして、あ、こんな並んでたんだ。すごい。あ、まだ来るまだ来るまだ来る。皆さん時間もきっちりっていう感じなんですね。うわ、一気にもういっぱいになりそう。あ、でももうみんな出てきてる。Where will you eat? オフィス？あ、オフィスで食べるんだ。おー、持ってく持ってく。What's this? Vegetable pizza? Please show me. Sorry? Please show me. おー、美味しそう。あ、ベジタブルって言ってもキノコとかマッシュルーム、ビーンズマッシュルーム。
Oh, looks so delicious. あ、もうピザ売り切れそうじゃない？ほら、大人気。ラストワン？ラストワン。おお、ラストワン。あら、買えなかった。Oh my god. You want to eat? とここで食堂のガイドをお願いしていた人材開発部のタニアさんが駆けつけてくれました。 What kind of food do you eat? Everything. Everything. 全部ダメでしょ。全部食べる。全部。Sold out. Pizza. No problem. No? I don't really like pizza. Pizza. めちゃくちゃ明るいタニアさん、素敵でしょ？というわけで今回は2人でランチ。タニアさんが選んだのはこの日のヘルシーランチ。 What's this? So this is chicken Chicken? and some brown rice and some vegetables. Oh, looks so delicious. Yeah. What do we eat? What do you like? Everything. Maybe you should try traditional meal. Traditional So- meal? Yeah. Pap. Pap? Yeah. Pap? I don't know pap. It's a staple meal in South Africa. Uh-huh. It's made out of maize meal. Okay, So this is like I try. a little I have to try. you must. This is like his それ聞いたら食べなきゃいけないですよね。Okay, I decide. Try this. Yes, yeah, I try. So this is some パフ。 Durban curry, some mutton curry. カレーなんだ。マトンカレーとパプ。 Yeah. Okay, I try. Okay, Okay. okay, Let's use the same. okay. じゃあタニアさんと一緒に食べます。 Japanese. まずはタニアさんの野菜たっぷりヘルシーランチを味見させていただきました。じゃあオニオンも入れようかな。 Yeah, take some onion. いただきます。スパイスの独特な味はあるんですけれども、まずチキンが味が染み込んでいて美味しいですし、ピリ辛も感じますし、あとオニオンがシャキシャキしてさらっとしてくれるんで、全部こう混ぜてこうリセットしてくれて次を食べたくなるようなそんなご飯ですね。このパプっていうのが伝統。そして私のマトンカレーとパップなんですが、 OK。 Try. あ、結構硬いんだ。もっともちもちしてるかと思ったけどそうでもないんだね。 Very good. Good, good, Now good. dip in the gravy. あちゃ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  Use a spoon. Very hot, yes. じゃあちょっとすみません。スプーンで熱いから。いただきます。カレーピリ辛でものすごく美味しいです。パップご飯のがいいです。I think rice is better. So in Japan, staple Yes. is rice. In South Africa, staple is meat. 正直私食感がねちょっといまいちかなと。するとタニアさんが正しい食べ方を見せてくれました。こねこねしてチリね。OK。混ぜて掴んで食べる。こんぐらいやんなきゃいけなかったんだね。もう遠慮してたからいけないんだ。もう遠慮しないでこんぐらいやって。グー。しっかり混ぜると食感も味も激変しました。南アフリカトヨタの皆さんごちそうさまでした。そして実は私富川、ここ南アフリカでもう一つどうしても食べたいカレー料理がありまして町へと繰り出していました。これがそのお目当てのバニーチャウ。南アフリカのダーバン地域でインド系労働者によって考案されたオリジナルの料理です。そして今回特別に私が頼んだラムのバニーチャウ、その調理の様子を見せていただきました。中華のようなものすごい火力で作るんですね。メインのラム肉はたっぷり、これで一人前ですよ。塩コショウとスパイスもたっぷり、強い火力で一気に煮込んで仕上げます。そして真ん中をくり抜いた食パンの中にドバッとイン、さらに上からこれでもかこれでもかとカレーをジャブジャブとかけて出来上がり。
これぞ飯テロ。カレー好きにはたまりませんね。 This is バニチャオ。 Yes. あーいい香り。おお、あ、パンも柔らかいですよ。 You can eat ラムは後にしようかな。まずパンをいただきます。おいしいこれ。パンがねものすごく柔らかくてカレーがずっと染み込んでるんです。でこれを食べるとそのカレーがじゅわっと口の中に広がってくる感じです。これは美味しい。 This is a famous food in Daban. Yes. これからもトヨタイムズニュースでは世界のトヨタに関わる社員食堂とこんな美味しいグルメも紹介してまいります。ご期待ください。